サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのはサコッシュショルダーバッグの作り方です。100円均一ショップで売っている合皮やショルダーチェーン、タッセルなどを使って簡単にお安く作ることができるショルダーバッグです。サイズは横幅25センチ、高さ20センチ、3センチのマチ付きです。内ポケット付き、マグネットボタン付きです。メインのバッグの他にサブバッグ用としてお財布を入れていただいたり、ポケットティッシュやポーチを入れることもできます。少しの荷物を入れて持ち運ぶ用のサブバッグとしてもとても便利なサイズになっています。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。チェーンバッグの材料紹介します。表地は100円均一ショップで売っているフェイクレザーを使用します。縦45センチ、横幅30センチです。裏地も縦45センチ、横幅30センチです。内ポケットは縦28センチ、横幅20センチです。こちらはタブです。フェイクレザーで作ります。縦7センチ、横幅4センチを2枚ご用意ください。B 缶は 12mm のサイズを2つご用意ください。ショルダーチェーンは100円均一ショップで売っているショルダーチェーンを使用します。こちらも100円均一ショップで売っているタッセルを飾りに使います。飾りはお好みでどうぞ。マグネットボタンは1組ご用意ください。今回は 1.5 センチサイズのマグネットボタンを使用しています。タブを作ります。4センチ幅ですので上下を1センチずつ半分に折って、そしてもう一度半分に折ります。このように1センチ幅のタブを作ります。もう1枚のタブも同様に折ってください。折りましたら両端を端ステッチします。フェイクレザーを縫う際はミシンの押さえをテフロン押さえに変えると縫いやすいです。もう一方も同様に縫ってください。内ポケットを作ります。中表に半分に折ります。こちらの開いている底のところに5センチの返し口を開けて縫い代1センチで縫います。角を斜めにカットします。返し口より表に返します。角は目打ちや棒を使ってきれいに出してください。表に返しましたらアイロンできれいに形を整えます。内ポケットを縫い付けます。横に半分に折って中央に折り目をつけます。中央から下に5センチのところに印をつけます。内ポケットの返し口がこちらが底に開いている部分が底になるようにしていただきまして、内ポケットを半分に折り中央に折り目をつけます。そして中央と先ほどの上から5センチの印をつけた部分を合わせます。ポケット口が上から5センチのところに合うように留めます。まち針で留めましたら、ポケット口の縫い始めの部分は三角に縫っていただきまして、この周りを縫っていきます。そして最後も三角に縫います。
表地を袋にします。中表に半分に折ります。両脇をピンで留めましたら、縫い代1センチで縫います。底に3センチのまちを作ります。底をこのように開いていただきまして、中央から 1.5 センチ、1.5 センチのところに線を引きます。反対側にも同様に3センチのまちを引きます。引いた線の上を縫います。中央のところと5ミリ離れたところは返し縫いしておいてください。余分な生地は縫い代1センチでカットします。マグネットボタンをつける位置に接着芯の歯切れを貼ります。まず裏に向けていただきまして、半分に折り中央に折り目をつけます。中央から下に 3.5 センチのところに印をつけます。こちらに接着芯を貼ります。接着芯を2枚重ねて貼っていただくと丈夫です。反対側にも同様に接着芯を貼ってください。裏地にマグネットボタンをつけます。先ほど中央の上から 3.5 センチ下のところに印をつけた部分にマグネットボタンをつけます。マグネットボタンのこちらの足の幅に合わせていただきまして、ニッパーで穴を開けます。このように穴を開けました。そうしましたら、表面の方からこちらのマグネットボタンの足を差し込みます。このように差し込みましたら、雑巾をこのように差し込みます。ハンマーを打つ際は机が傷つかないように下に何か引いてハンマーを打ってください。反対側にも同様にマグネットボタンをつけてください。マグネットボタンをこのように留めました。そうしましたら裏地を袋にします。中表に半分に折り両脇をピンで留めます。両脇をピンで留めましたら、横に8センチから10センチの返し口を開けて縫い代1センチで縫います。もう一方の脇はすべて縫い代1センチで縫います。それでは裏地に3センチのまちを作ります。このように開いていただきまして、中央から 1.5 センチ、1.5 センチのところに線を引きます。線の上を縫います。中央のところと5ミリほど離れたところに返し縫いをしてください。余分な生地は縫い代1センチでカットします。表地にタブと D カンを仮留めします。このようにタブに D カンを通していただきまして半分に折ります。そして表地のこちらの脇の部分に縫い代を開いていただきまして、このように合わせます。ちょうどこの脇の中央のところに合わせてピンで留めます。
反対側にも同様にタブに D カンを通して仮止めします。このように D カンを通してタブを仮止めしましたら、端から 5mm のところを縫って仮止めします。合皮を縫う際はミシンの押さえをテフロン押さえに変えていただくと縫いやすいです。何度か返し縫いをして仮止めをしてください。表地と裏地を縫い合わせます。表地の方は中が表面になるようにしてください。そして裏地の方は外が表面になるようにしていただきまして、表地の中に中表に合わせます。脇の縫い代はどちらも割って合わせてください。袋口を合わせます。袋口を合わせましたら、縫い代1センチで1周縫います。それでは返し口より表に返します。表に返せましたら、返し口の部分はこのように縫い代を入れていただいて、手縫いでまつっていただくか、こちらの返し口の部分をミシンで縫って返し口を閉じてください。今回はミシンで返し口を閉じます。端から 2mm ほどのところを縫ってください。返し口を閉じたら、裏地を表地の中に入れます。袋口をきれいに整えていただきまして、ピンで留めます。袋口を整えましたら、1周端ステッチします。D カンを一緒に縫ってしまわないように気をつけてください。ショルダーチェーンとタッセルをつけます。タッセルを通していただきまして、そして D カンにこのように留めます。こちらで完成です。サコッシュが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。